どうも、田舎者です。前回はっていうか、この冬はって感じなんですけども、知り合い知人からのお声掛けでね、薪にめちゃくちゃ恵まれたんで、ひたすら家に運んで切って割ってをね、繰り返しました。そんな感じで薪割りに明け暮れていたら冬が終わりつつあったっていうね、ある種の浦島太郎みたいな状態なわけなんですけども、この割りまくった薪をですね、新しく作った薪置き場、ここですね、ここに積み上げまして、そして以前作ったこのね、無駄に贅沢な薪棚、こちらですね、こちらにぎっちり押し込みまして、そしてさらに東の薪置き場、こちらですね、並べました。横のね、支柱の支えに張ったロープがいつの間にか靴下干し場になってるんですけど、これがまた使いやすいっていうね。そんなアホなことを言いながらですね、今回は何をしたかというと、煙突掃除ですね。すいません、また日常なんですけどね。このストーブを設置してからね、1ヶ月後に1回掃除したんですけど、ちょっと動画にするタイミングがなくてね、完全にお蔵入りしまして、今回がこれ2ヶ月ぶりの2回目の掃除になります。で、このストーブ本体から出ている煙突は、スライド煙突っていう伸び縮みするものなので、簡単にばらせてね、掃除は結構ね、楽に行えるんですよね。で、中を見てみるとこんな感じでしたね。どうなんですかね、これ汚れてる方なんかな。個人的にはまだ大丈夫かなって感じなんですけど、こっちですね、ストーブ本体から出ている方の煙突ですね。でも汚れてますね。掃除の仕方はね、人それぞれだと思うんですけど、自分はですね、まずこの部分に袋をかぶせて、なるべくね、部屋が汚れないようにしてますね。こんなことしなくてもね、十分部屋汚れてるんですけどね。それもあってね、ストーブ部屋はやっぱり土間がちょうどいいなって思ったりするんですけどね。そして掃除の道具はこのブラシですね。Amazon とかでもね、よく売ってる、普通のブラシですね。で、こんな感じでね、長さを調節できるので、煙突掃除には欠かせないものですね。もうね、このブラシとのお付き合いも3年目に入ってるんで、かなりね、ひねくれ出してますけどね。とはいえね、このある程度柔軟でないと45度の曲がりとか入っていかないんで、こういうもんだと思いますけどね。で、外のね、90度曲がりのこの点検蓋を外して、内部をね、確認していきます。で、見てみると、やはりね、外の煙突は冷えるので、すすがこびりついてる感じがしますよね。で、これ煙突を設置している時の映像なんですけども、穴を開ける場所がずれていてですね、煙突がかなり歪な形になってしまって、この45度の曲がりでね、無理やりごまかしたんで、ここから覗くとですね、本来は部屋の中がね、見えるはずですが、見通せないんですよね。ドラフト効果にはマイナスだし、すすも溜まりやすくなるんで、当時の手抜きが一生ついて回るっていうね、まさに人生やなと思いながらね、掃除を開始しました。で、この時に初めにつけたね、袋がすすを受け止めるっていうことですね。ここでビニールを突き破ってね、一落ち確保かなとかね、内心思いながらブラシでこすってましたが、意外とファミリーマートの袋は頑丈でしたね。あんまりね、汚れてないと思ってましたが、こうやってこすってみるとね、意外と出てくるもんですね。そして次はね、上へ向けてブラシを入れていきます。ちょっとね、長さが足りなかったんで、1本ね、延長していきます。それにしてもね、道具を考える人ってマジで頭いいなってね、こうやって作業してるとしみじみ思うんすよね。で、大体ね、各箇所2、3回ストロークっていう感じでやってますけども、あんまり何回もやりすぎたらね、煙突炒めるって昔なんかで見たんで、そのようにやってますけども、ほんとね、2回で十分結構綺麗になりますよ。で、出てきた灰はこんな感じで若干パラパラとした質感なんですよね。それにしても木を燃やすと赤、青、黄っていうね、ほぼ色の三原色を出して燃えて、残るのはこの灰とすすっていうね、白と黒に近い色のものが残るっていうのはなんか意味深やなと思いながらね、掃除してました。雨の日になっちゃいかんな。で、掃除した後の煙突はこんな感じですね。めっちゃ綺麗になってスッキリですよ。横向きの方もこんな感じですね。やっぱりね、45度のところにね、結構すすが溜まってたんかなっていう感じはしますけどね。そしてこれ、煙突の表面についたこの液体、木作液っていうんですかね。ちょっと見栄え悪いんでね、まだシーズン終わりに掃除しようかなと思います。最後に煙突のね、トップの部分を軽くこそいで、外側の作業は終了になりますね。そして90度の部分はブラシが入らないんで、こんな感じでね、単体で掃除してます。
そして中に戻ってきてこのビニールのすすを確認してみると、こんな感じでね、外のすすに比べるとふわっとしていて、まあ詳しい人が見るとね、このすすの具合でいろいろとわかるそうですが、まあ我が家の場合はね、杉ヒノキも燃やすし、燃やしてみたら生乾きやったってこともね、よくあるので、まああんまりいいすすではないと思いますけどね。次に本体からね、出ている煙突の掃除に入ります。部品が2つあるんで、これを外して自分は掃除していますが、1つはこの炎返しっていうんでしょうかね。まあ、火が直接ね、煙突に行かないようにカバーのような役割をやってると思うんですけど、これを外していきます。次にこのストーブの奥からね、風を送る部分ですね、ボルト2つで止まっているんで、これを外していきます。まあこれもね、一個一個ね、鉄でできてるんでね、まあ思いのほかね、重たいんですよね。重た。で、ストーブの中からね、煙突を見上げると、こんな感じになってますね。真っ黒クロスケの住処みたいになってますね。で、ここもね、他と同様ブラシでこすりますね。スライド煙突をね、つけるまではこうやって上からブラシを入れられなかったんで、なかなか綺麗に取りきれない感じがしてたし、ストーブの中からね、ブラシを入れる必要があって、部屋の中にね、すすが飛び散っていたので、まあちょっと高かったけどね、スライドさんのおかげでだいぶ楽になりましたよ。まあこんな感じでね、やること自体は簡単なんですけどね、なかなかね、腰が上がらない掃除なんですよね。で、垂直部分から出てきたすすはこれだけありましたね。で、光で見えてるようにね、結構飛び散るんですよね、こういうね、軽いし。で、出てきたすすとこの灰をまとめてね、下の受け皿へ落としていきますね。で、ここにね、受け皿が入っていて、後ほどね、またシーンをお見せするんですけど、このね、箱から溢れた灰を取るのが唯一ですね、この本間邸宅の HTC50TX 使っていて面倒やなと思うとこですね。で、出た灰をですね、いつものように裏庭の方に巻いておきますね。まあ、今年はね、ちょっとここで野菜でも作れたらいいかなとは思ってはいるんですけどね。で、溢れた灰はこんな感じで取るか、まあ上のね、ロストルもまあ外せるんですけど、どっちにしてもね、なかなか掃除しにくいんで、まあこれもね、シーズン終わりにまとめてね、掃除しようと思います。そして外していたパーツを元通りにはめて煙突掃除は完了です。これでいい。まあ、こんな感じでね、煙突掃除が終わって、いつも曇りっぱなしのガラスも磨いたし、点検を兼ねてね、ちょっと燃やしていこうと思います。で、こっからまたね、いつもの余談なんですけど、またまたね、キーをもらいました。この炊き物にね、どうやっていう感じでもらったんですけど、まあ、流木が立派だし、こんな感じで木もね、軽く製材されていて、なんか燃やすのがもったいないんですよね。こういうやつとかね、なんか面白いしね。とはいえね、もう物を置く場所がマジでないんでね、いくつかこう保管するのを厳選して区別することにしました。まあ、マジでね、こういう取捨選択がね、苦手なんですよね。こんな木とかね、道の駅とかに行ったら数百円で売られてますしね、保管しときます。もうこれもね、なんか面白いからまあ置いとくかとかね。まあそんな感じで悩みながら選別してね、まあこれもまあ贅沢な悩みなんですけどね。これもなんか魚っぽい形してるんでねまあ結局置いておきましたけどね。
で、どこに置こうかなと思ってね、久しぶりにこの北側の部屋に足を踏み入れました。まあ、マジで足場が悪くてね、この一歩一歩がね、真剣勝負なんですよね。まあ、自分の家ながらね、久しぶりにここに来るとね、なんか圧巻やなと、なんかある意味認めてしまいましたね。でもまあ、この北側の部屋からね、裏庭が見えるのがなんかすごい嬉しくてね、ここを早く触りたいなとかね、まあ、そんなモチベーションのきっかけにもなりましたけどね。まあ、そんなこと言いながらね、物を放り込んでいるんで、まあ、矛盾してますけどね。で、雨が降ってるついでにね、この裏の排水がね、うまくいってないところを触ってみたりしつつね、まあなんかこうしてね、泥にまみれるのもね、なんか不思議な快感があったりもするなと、まあそんなことを思ったりしましたね。そして裏庭にね、放置されている枯れ枝を燃やして処分していきました。まあやっぱりね、この時期は火事が怖いんでね、これぐらいの雨降りの時に燃やすのがまあちょうどいいんかなとかね、思いながら作業してましたよ。あ、この部屋ね、マムシも割と出るんでね、こんな感じの茂みの中に夏場に足踏み入れるのは結構な恐怖だったりするんでね、まあ、なるべくね、早く片付けたいところなんですよね。これただ枝を拾って投げてるだけなのになんかえらいしんどいな、年かなとか思ったらね、これ熱の力で体力奪われてるんですね。雨の中でやってるのにズボンが全然濡れないのに、まあ結構驚きましたよ。で、どっちみちね、火のそばから離れられないんで、なんかやることないかなと思ってね、薪の木が伸び放題だったんで、こう適当に切ってたらですね、この燃やしたのと同じぐらいの傘の枝が出てきてね、まあ、これはマジで無限ループで、まあ自然の輪の中で生きてるよなと、まあ実感しましたけどね。まあそんな感じで今回もね、特に中身のない話で恐縮ですが、まあ庭の方もね、ある程度片付いたんで、ぼちぼちと家の方も作業できるかなと目論んでいます。まあこんな感じでのんびりやってるチャンネルですが、気長にね、お付き合いいただけると幸いです。それでは今回も最後までありがとうございました。